いやー、すごいね。めっちゃ掘れる。めっちゃ掘れる。お、鉄鉱石。一気にいただきます。すっげー、これ気持ちいい。気持ちいいね。どうも、ハッチ&ポッチーチャンネルのポッチーです。今日はですね、マインクラフト統合版であらゆるブロックを一気に破壊可能にするアドオン、デストロイゼムオールっていうものを作成しましたので、このアドオンを紹介したいと思います。今回作ったデストロイゼムオールっていうアドオンはですね、マインクラフト統合版で、いろんなもうどんなブロックでもいいんですけども、あらゆるブロックを一気に破壊できるようにする、いわゆる一括破壊アドオンって言われるものの類なんですけども、対象となるブロックを破壊することによってもう隣接した同一のブロックを一緒に破壊することができるようなアドオンになってます。じゃあ早速使い方を紹介していきましょう。で、概要なんですけども、このアドオンデストロイゼムオールアドオンは破壊のオーブと呼ばれるオーブを、オフハンドに持つことによって発動するものになります。でこの破壊のオーブってものをオフハンドに持った状態で、ぶっ壊したいブロックを、壊すと、隣接したブロックが次々に破壊されていくようなものになってます。まずはワールドの設定ですね。今回設定項目としてこのホリデークリエイターの特徴っていうものをオンにする必要があるので、こちらオンにしてください。あとはいつも通りですね、追加の改造機能をオンにする。あとはチートの実行をオンにする。はい、この状態でデストロイゼムオールっていう、ビヘイビアパックをオンにしてもらえれば OK です。でこれは今設定が終わっている状態のワールドになっています。でですね、先ほどお伝えした破壊のオーブっていうものをオフハンドに持って発動させるアドオンになるんですけども、まずこの破壊のオーブっていうものを作らなきゃいけないので、まずそのレシピの紹介です。今映しているものがこのレシピになるんですけども、この破壊のオーブって2種類あって、それぞれ効果範囲が違うんですね。でまずこの破壊のオーブレベル1っていう青いオーブなんですけども、こちらはオフハンドに持って、ブロックを破壊すると、破壊したブロックの、前後左右8ブロック分と壊したブロックから、高さ5までの部分を、壊すようなオーブになっています。でもう一個の赤いオーブ、破壊のオーブレベル2ってやつなんですけども、こっちは結構凶悪で、前後左右の、範囲は、マイナス8から8で青いオーブと一緒なんですけども、高さがですね、下32ブロックから上32ブロックまでを、破壊しちゃうオーブになってまして、結構ね地面とか掘っちゃうとすっごい下の方まで掘っちゃったりするので、ちょっと危険ですと。ただちょっと面白いのでね、こういったものも追加してみました。じゃあ早速クラフトしていきましょうかね。はい、クラフトの仕方は真ん中にツルハシを置いて周りをガラスで囲ってやる。で青いオーブ、破壊のオーブレベル1を作るときは左下にラピスラズリを置いてあげれば出来上がるって感じですね。で真ん中のツルハシなんですけども、これはどんなツルハシでも大丈夫です。木のツルハシでもいいし、ネザライトのツルハシでもいいし、ダイヤでも石のツルハシでも何でも OK と。ちょっともったいないのでね、木のツルハシで作ろうと思います。はい、これで1個出来上がりました。はい、これが破壊のオーブレベル1ですね。で次が破壊のオーブレベル2。これはですね、こう左下に先ほどはラピスラズリを置いたんですけども、レベル2を作る場合はこの左下にですねレッドストーンを置いてやると。そうすると赤いオーブが出来上がります。ネザライトのツルハシでいいか。今たまたま手元に持ってるから
ネザライトのツルハシ置いて、周りをガラスで囲ってやって、レッドストーンの粉ポイって置くと、はい、破壊のオーブレベル2っていうものが出来上がります。はい、このオーブをですね、オフハンドにこう持ってやると、はい、こんな感じですね。オフハンドに持っていますね。中にちょっとね、ツルハシの絵が描いてあって、まあちょっと可愛いよねって感じなんですけども、はい、この状態でアドオンがもう発動するようになってます。で、発動のさせ方なんですけども、もう基本的にはどんなアイテムでブロックを掘っても、発動するようになってます。で、ただし、例えば素手で壊す時とか、オーブ装備しててもしてなくてもですね、通常の状態で素手でアイテム化できないブロックとかを壊しても、一括破壊はできないっていうようになってます。で、これ何を言ってるかっていうと、例えばこういう木材の場合、木材って素手で壊せるじゃないですか。で、素手で壊せるブロックの場合は、こう素手で壊してやれば、こうやって一括で破壊されるっていうような感じなんですけども、例えばこういう石炭鉱石とかって素手でこう長い時間かけて壊してもアイテム化しないですよね。で、そういった場合はこのアドオンは発動しないようになっています。はい、こんな感じですね。なのでブロックをアイテム化できる、ツールを使ってブロックを破壊してやれば発動するっていう感じになってます。じゃあ例えばダイヤモンドのツルハシで今青のオーブを装備しているので、こう下の部分をこう掘ってやるとポコポコポコっていくような感じになってます。で、もうブロック、どんなブロックでも今回のデストロイゼムオールっていう、アドオンはもう壊せちゃいます。で、石炭鉱石も一気に壊せるし、ね、鉄鉱石も金鉱石も、気持ちいい気持ちいいですね。もうね、どんなブロックでもいけちゃう。もうダイヤとかもいけちゃうし、で、最近ね追加された銅鉱石とかももちろん壊せると。はい、こんな感じですね。で、今一番下の部分をこうカリカリカリって壊してったと思うんですけども、こちらは、赤いオーブをオフハンドに持ってあげると、先ほどのこれですね、この範囲内だったらぶっ壊しちゃう。前後左右8ブロック、あと高さは下32上32まではぶっ壊しちゃうので、赤いオーブを装備したらですね、一番下を掘らなくてもアイテムができちゃう。はい、すっごい便利だよねでね、一括破壊アドオンって世の中にはたくさんあってあるんですけども、今回のねこのアドオンの何がいいって、もういろんな鉱石というか、もうブロックならほぼ何でもいけちゃうっていうのが売りになっています。はい。で、これね結構最近追加されたディープスレートの中に鉱石が入ってるパターンをこうやってポコポコって壊せちゃうんだよね。もうすっごい気持ちいいよね。はい、銅も大丈夫で、これなんだっけ、クォーツも大丈夫と。はい。で、これ古代の瓦礫だっけな。はい、これも一気に壊せちゃうと。時間かかるけど、はい、こんな感じで、あとですね、今回のこのデストロイゼムオールは、こう斜めに隣接していれば壊すことができますので、こんな感じでこうどこを切っても壊せる。
っていう感じになってます。あと面白いのがこういう畑とかに生えてる野菜、今回人参ですけども、こちらも、範囲内だったらこうやってバラバラバラって壊すことができて、もうだいぶね畑の農作業がね楽になってくるんじゃないかなと思います。であとねこの木ですね。で木も壊せちゃうんだよな。今赤いオーブを装備してるから、どっから切っても大丈夫なんですけども、ここら辺切ったりしてもバラバラっと。でね前回私の作ったウッドカッターっていうアドオンがあるんですけども、そちらのアドオンだと葉っぱとあとこの原木は別々のブロックというか一緒には切れなかったんですね。別々に切る必要があったんですけども、今回のこのデストロイゼムオールだとこう葉っぱとかを切ってやってもこう隣接してれば切れちゃうようになってて、もう原木集めもめちゃくちゃ楽になるんじゃないかなと思います。頭皮とかもね、すごいね。結構背が高いから面倒なんだけど切ることができる。アカシアも斜めに生えてるけど余裕で切れると。ね、黒カシもね、切り応えがあるけどね、こうパパパパーって切ることができるし、ジャングルの木もね、こうめんどくさいんだけども、このデストロイゼムオール使うとポコポコポコって切ることができますと。はい。でこれ同一ブロックが隣接してる場合に壊すことができるから、例えばこの草ブロックとあとこの道とか、これ別々のブロック扱いなので、こう例えばですね、こうやって道をこう掘ってやると道だけ壊れるし、この草ブロックだけ掘ると草ブロックだけ壊れると。であとはこの台座ね、玄武岩のこの台座も掘ってやれば、つながってればね掘れると。範囲内にあればですね。はい。であとこのアドオン結構便利なのが、ちょっと危険だから青いオーブに変えとこうかな。はい。そう、このアドオン結構便利なのがですね、こうやって例えばこういう鉱石とかをね集めるときに、もうインベントリがさこういっぱいになっちゃう、不要なブロックとかでいっぱいになっちゃうことあるじゃないですか。でダイヤモンド掘りたいのにこうやって石とかがあってね、石はいらないんだよなって、インベントリの容量圧迫しちゃうなって時でアイテム化したくないじゃないですか。でそういった時もこのデストロイゼムオールって対応できまして、こちらですね、スニークした状態でこう掘ってやるとですね、わかりますかね、こうアイテム化しないんですね。はい、すごい便利ですよね。自画自賛ってやつかもしんないけど、はい、すごい便利だと思います。ただね、こういうダイヤモンドとかがあった時にスニークしちゃうとね、ダイヤモンドもアイテム化しないから、ちょっとそこはね注意した方がいいかなって思います。であと先ほどメインハンドに持つアイテムは何でもいいし素手でもいいっていう話をさせてもらったと思うんですけども、唯一例外がありまして、木の斧とか、木でできたツール、木の斧、木のつるはし、木のシャベルとか、あと石のつるはし、石の斧、石のシャベル、はい、この6種類か。この6種類はですね、アドオンが発動しないようになってます。でこれなんでかっていうと、こう鉱石とか掘ってる時にこう一部分の石だけを掘りたいんだけど、アドオンが発動してしまうばっかりに全部掘れちゃうそれが困るなって、思うパターンがあると思ったので、石のツールと木のツールはアドオン発動の対象外にしました。でね、もちろんこのオーブをこう外してやればもちろんこう発動はしないんですけども、こういちいちねオフハンドから外すのって面倒だから、こうツールをこう切り替えてあげて、普通に
掘りたい場合は石とか木で掘ってやると。でもう邪魔な場合はもうスニークしてもしなくてもいいですけど、その石と木以外のツールでこう掘ってやれば一気に切れると。はい、こんなね感じのツールになってて、すごい便利すごいね。これはねもう皆さんのホリホリライフがねすっごい豊かになるんじゃないかなって思ってます。でね今回のデストロイゼムオールってネザーにも対応してるんですね。前回作ったウッドカッターは残念ながらネザーに対応してなかったんですけども、今回はですねネザーでも使えるようにいろいろちょっと工夫してみました。でねこうネザーとかに行って例えばこのソウルサンドとかね掘りたいなーって時に欲しいなーって時にねちょっとアイテムが邪魔だから消しちゃおうか、捨てちゃおうかな。こうオーブを装備して掘ってやればですね、あれそうかクリエイティブモードだとこれ発動しないので注意してください。サバイバルモードにして掘ってやればですねバーッとこうすぐにね欲しいものが手に入るとね。ネザーラックも邪魔だからこう消してやったりとか、そうか石だといかないんだ。でこんな感じでバーッとね消せたりするのでとっても便利ですと。でこのねネザーに生えてる木とかもサバイバルモードにして下の部分にしてやると一気にね破壊されると。で赤いオーブに変えてやれば、途中から掘っても大丈夫でね。このネザーの木はこの葉っぱの部分がこのネザーウォートブロックっていうんだっけなみたいになってて、これもねこの幹の部分を切るとこの周りのネザーウォートブロックも一気に切れるようになっています。はい、すごい便利だねとってもねすごいものができちゃったんじゃないかなって思ってますと。こういうね緑色の木もサバイバルにしてやってポコポコポコって切れちゃいます。で今回ねオーバーワールドだけじゃなくてネザーでもいいしエンドでもいいしもうどこでも使えるようになっているので、前のねウッドカッターよりかはちょっと改善されているのかなと思います。でねさっきこの赤いオーブが凶悪だって言ったのはちょっと理由があって、ちょっと今お見せしますけどこれ下32マスいっちゃうから、例えばネザーラックネザーレックとかをね赤いオーブでこう破壊しちゃうとわかりますかね。下の方まで掘っちゃってもうネザーだったら即アウトですよね。溶岩にやられちゃうって感じで即アウトっていうようなねちょっとだいぶ凶悪なものになってるんですけども、だから危険なところでは青いオーブを使ってもらって、一気に木とかを切りたい場合は赤いオーブを使うみたいな感じで使い分けていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでですね簡単ですが、デストロイゼムオールの使い方のご紹介でした。でねその他の仕様なんですけども、まず石とあと戦力岩と花崗岩と安山岩っていうのは全て同一のブロックとみなされて隣接している場合は破壊されます。はい、こんな感じですね。これらの4つは、一緒にもう破壊されてしまいますと。はい、これが、
その他の仕様の一つですね。あとですね、2つ目がアイテム化するときにシルクタッチが必要なブロックってあるじゃないですか。グローストーンとか、あとガラスとかね。そういったものはもうメインハンドのアイテムにシルクタッチの効果がついてたとしても破壊されちゃいます。でこれはもうそういう仕様だと思って、もらえると嬉しいです。であとはですね、サバイバルモード以外では利用できないっていうのと、あとはあれか、ウッドカッターの時と一緒で、このアドオンはマインクラフト for Windows 10がホストの場合だけ利用できますと。でなので Android とか iOS とか、あと Nintendo Switch とかでこのアドオンを使ってみたい場合は Destroy Them All アドオンが、適用された、Minecraft for Windows 10のワールドにクロスプレイで参加すれば、使うことができますと。でこれはですねウッドカッターの時と一緒なんですけども、このアドオンはですね内部でスクリプティング API っていうものを利用してるからなんですね。で現状そのスクリプティング API っていうのはWindows 版の Minecraft 統合版しか対応してないので、現状だとねWindows の、ワールドに、他の Android とか iOS とかが乗り込むことでしか他のプラットフォームで使うことができないっていう状況です。でねこの、前も言ったんですけども将来的にねこのスクリプティング API っていうものがMinecraft for Windows 10以外のプラットフォームでも動くようになればななんて思ってるんですよね。そうしたらねもっとアドオン制作者増えると思うしね、あと Minecraft 統合版もね盛り上がってくるんじゃないかななんて思うんですけどもね、どうなんですかね。はい。であと注意点他にもあって、このアドオンって計算上ね17×17×65 で19000ブロックぐらいをね一気に破壊することができるんですけども、あまりにね大量のブロックを一気に破壊するともうカックカクになっちゃうと。なので、特にねこの破壊のオーブレベル2って範囲がすごく広いから、このオーブを使うときは、ちょっとカクカクしちゃうけどそこはちょっと勘弁してくださいっていう感じですね。はい。でアドオンのダウンロードに関してなんですけども、こちらですねもうすでに私のブログの方にですねアップロードしてありますので、いつでもダウンロードできる状態になっています。でダウンロード先のブログはですね動画の概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらの方アクセスしていただいてダウンロードしていただければと思います。でですねこちらちょっとお願いになるんですけども今ですねアドオンのダウンロードはチャンネル登録をしていただいた方に、限らせていただいております。でなのでねまだチャンネル登録がお済みでない方は大変お手数なんですけども、このチャンネルハッチ&ポチチャンネルをですねチャンネル登録していただいて、でアドオンのダウンロードに進んでいただければと思いますので、ご協力の方よろしくお願いします。はい。それではですねこのとっても便利でとっても凶悪な、デストロイゼムオールの、紹介を終わりたいと思います。で最後ね、とっても凶悪なところを見せながら終わりたいと思います。はい、それではどうもありがとうございました。じゃあまたアドオンの方出来上がりましたら、新しいアドオンの方出来上がりましたら紹介させていただきます。はい、それではどうもありがとうございました。すごいすごい、はい、またねー。またねー。